馬場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、ちょっと今ここ置いてるんですけど、まずこれがうちで挿し木をした、口なしですね。バラの花みたいな、八重の花が咲くやつですね。それを、挿して丸2年、もう今3年目に入ってるやつですね。やつのを今日ちょっと針金かけてちょっと作りながら鉢に入れ直してみようかなというのが1点ですね。ともう一つこれは姫原みやびという品種の綺麗な花が咲くやつなんですけど、これをちょっとこんなもうだいぶ傷んでますよね。でこれもなんか放置されてたみたいなんですけどね。でこれをちょっと入ってきてたので、もう今年芽が吹くのもいっぱい芽はあるので、去年暮れに本当は短く切っときゃよかったんですけど、これ今ちょっと残して切ってなかったやつなんですけどね、これをちょっともう傷んでるところを取りながらまたこれも鉢上げしてみようかなというふうに思っております。値上がり作りで年数食らってるやつなんですけどね。はい、これをちょっとやっていこうと思います。よろしくお願いします。まずですね、じゃあ、ちょっとこっちの口なしの方からやっていこうかなと思いますが、いい具合に根がちゃんと出てますけどね、こういうふうにですね、これ少し針金をちょっとかけて盆栽らしくちょっと変えていこうかなと思ってます。まだちょっと凍ってますね。ちょっと寒かったですもんね、今朝。寒かったですね。なんか今週末からはまだ寒くなるみたいですね。もう寒いのはいいですわ。都城はもっと寒いですもんね。そうですね。一度二度違うんじゃないですか。夏は暑いしですね。夏は暑いし。やっぱ盆地特有のあれですかね。そうですね。都城は寒いからってよう言われますけどもう20年ぐらい前ですけど、4月に都城に朝向かうときに霧島山が真っ白で、えらい今日は空気が冷たい、寒いなと思いながら、まだ都城行き始めてまだいくらも経たない時ですけどね。でそこでちょうど喜一は頃やってまして、でサギソウを外に出しっぱなしで4月も新芽の出たやつをこらしまったと思って慌てて行って見てみたら、全部もうペラッとお掃除も4月19日ですからね。頃に、都城特有のお掃除もっていうんですか、あれで新芽で出たやつ全部ペラッとやられてますですけどね。新しく入れた2ケースパーでしたですね全部もう煮えて溶けてました。あるんですよね。らしいですね。あそこまでとはちょっと夢にも思っていなかったもんですから。ちなみに今朝も霧島山真っ白でした。そうでしょうね。だいぶ降ってるんですかね。降ってるんじゃないですかね。25、6年前ですか。25、6年前ぐらいに子供をちょっと雪を見たことがないので見せちゃろうかというので、小林海老野の方の海老野高原、あそこの方にちょっと行ったんですよね。そしたらもう坂登る途中で吹雪でですね、ノーマルタイヤでしたので、もう断念してそのまま降りてきて、でちょうど仕事が休みだったもんですから、そのまま宮崎市内の方に降りていって、でそっちでオートバックスでタイヤチェーンを購入して、次の日もう一度再チャレンジと行きましたら、すごい吹雪でですね。で天然のスケート場とかあるんですけど、あと温泉地ですから、民宿中かホテルみたいなのもあるんですけど、
お客ゼロ、スケート場もお客ゼロで、そのホテルの方も泊まり客ゼロで、スケート場でも空いてるんですよ。で行ったら「よう来られたね」言われて、でそこの所長さんから子どもたちは、一日そのスケート実習いろいろ無料でいろいろ教えてもらって、で夜はそこの海老の高原荘というところに泊まってですね、だからそこのホテルの支配人が「よう来やったね、あんたたちだけや来たのは」言ってでものすごい吹雪でしたからね。でそこでいろいろ食事とかあんなも全部タダで振る舞ってもらって、帰りはお土産までもらって帰ったとまあ初めて雪を見せたのが猛吹雪中あれだったですけどね。上の方は積もりますからね。すごい、まあ私もその雪初めてじゃないけど、まあそこまで降ってる雪っていうのはですね、まあ学生の時に長野の方でスキー実習スケート実習っていうのがあったので、ああいう時にちょっと雪は見てますけど、まああんまり吹雪の時外出ないからですね。で我ながら猛吹雪の中よう行ったなと思って、まあなんとか雪を見せてあげたいという、ただそれだけやったんですけどね。ちょっと寒くて手がかじかんで言うこと聞かないですが、
まあこれもいらないんですけどね、いらないんですけど、まあちょっと後々ので取っときますけどね、切るのはもういつでも切れるので。これなんか写真保存してるのありましたかね。バラの花火。ああですね、そういう花が咲きますので。まあどうでしょう、今年は花はちょっとないでしょうけどね。あ、まだ株がちっちゃいってことですか。まあそれもありますし、切ってますからね、だいぶ去年も。下はまあちょっと玉砂利入れてますけど、赤玉1本でいきます。でよくこれの動画で話をしてるんですけど、その山砂を入れとった方が水持ちがこうちょっと良くなると、保水性が高くなるという話を何度かしてますけど、赤玉だけだと乾きが早いという話をしてます。で芯まで乾くんだと。でそれをちょっと実際にやってみようかなと思います。普段うちではその山砂を必ずこう何割かは入れるんですけど、まあこれは入れないで今日はちょっと植えます。でそれがまあやっぱどんだけ乾くのかなというのもちょっとまあなりが小さいので、その分まあ乾くのは乾くんですけど、まあその辺もちょっと見ていけたら面白いかなと思っております。これやっぱり葉は落とした方がいいんですよね。まあ別に根がありますからね、挿し木の時なんかは葉は落としてしますけど、全然落とさなくてもいけるんですけど、まあちょっと巻いたところなんかも後々よく見れるように。であんまり根を切らずにちょっとやります。本当はもうちょっと、切った方がいいのかもしれないですけど。これ何ですかね、クローバーみたいなやつですね。要入るあれの草ですね。これを見落としとくと、もうガンガンこれが芽が出てきますので、春暖かくなってくるとですね。根までしっかりこう引き抜いとくといいですけどね。これです。上がないので分かりづらいところもあるかもしれないですけど、こういう植え替えの時に全部これを引き抜いとくと、まあそれでもまた出ますけどね。絶対出ないということはないんですけど、でまあ結構種も普通にその辺で飛び込んでくるんでしょうけど。もう春ちょっと暖かくなってくるとすぐ根が出てきますからね。ってこと。まあこれで花がつくようになるといいですけどね。
この間別のあれで出てましたですね。放置されてどうしようもない間延びした黒松をどうにか盆栽にしようというふうにやってらっしゃる動画がありましたよ。細いんですけどね、まだでもうピューッと間延びしてしまってて、でこれをどうしようかみたいな話をしておられましたですけど、まあそれなりにまあ盆栽らしくなってましたですよ。仕上がったですか。今日午前中見えたお客さんがこの間ちらっとご紹介した五葉松があったじゃないですか。夏にちょっと放置されててっていうのいたやつ。はい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 、あれを見られてなんか YouTube もご覧になってらっしゃるらしいんですけど、これ面白くなったねっておっしゃってました。いや、だいぶ全然違いますよ。これはちょっと面白くなったねって言われて、うちにもあるとよねって言ってああ、そういうことですか。はい、持ってこられてもいいけど有料ですよって言うたら、いや自分で挑戦してみるっておっしゃってましたけど、ダメやった時は持ってくるわって言われて、なんか面白くなったねこれっておっしゃっていただいて、やっぱ陣を入れると、はい、もう顔つき変わりますね。そうですね。まあちょっとね、前のあれは全く普通にそのまままっすぐ伸びたやつでしたけど、まあちょこっと面白い形にはなったかなというふうには思いますけどね。まああれもでも作る人によってですね、いや俺はこういう形の方がいいなとかいろいろまあ皆さんあるでしょうから、まあわざわざその傷んだやつを探す必要はないけど、まあどっかでそういうのが手に入るようなことがあればですね、一回いろいろこうやってみられるのも面白いかなとは思いますけど。ちょこっとこんな感じでですね、刺して丸2年、もう今3年目に入ったやつですねの口なしをちょっと、まあちょこっとおしゃれな鉢、おしゃれというかですね、素焼き鉢にしたらちょっと見れる鉢に入れてあります。これももう春になったらまた締めがこう出ますからね。で
もうちょっと木を作る段階ではもう、極端な話言うとクチナシの場合、いつ切ってもこうどっから切ってもっていうともあれですけど、割合、芽は出やすいので、どんどん枝を増やして芽を吹かせてっていうことが可能なのでですね、である程度できたら、本来花がだいたい5、6月とかぐらいですから、7月そうですね、この辺で七夕さんぐらいまでには剪定を終わらせておくといいかもしれないですね。でその時にガツンと刈り込んどってあげて、花が終わった後ですね、そうするとまたその後すぐ新芽が出ますので、出たやつに翌年また花がつくというような形になりますので、あまり細かく切ってると花はちょっと見れないですけどね。ということで、クチナシを挿して、2年3年目ですね、今3年目に入ったやつを、ちょっと小さな、こじゃれた鉢にちょっと植え替えて、これからまた楽しんでいこうかなというふうなやつを今日ご紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。